この図は、農林水産物の、モニタリング調査といいまして、これは県が勝手にやっているわけではなくて、国の原子力災害特別法に基づくもので調査しております。全体的にこのようなルーチンでやってまして、国が制限解除等の指令を出す。で、県が全体の調整をしまして、サンプルを調整したり、分析をしたりする場所がそれぞれあります。で、私が所属しています環境保全農業課というのは、全体の調整をするところでありまして、そのこともありまして、今日発表させていただいております。現在、モニタリング、出荷の制限と、接種の制限ということが言われております。これは厚労省の方で事故直後に基準値というものを設けました。事故直後、今年の3月までは、一般の食品でいきますと、1キロあたり500ベクレルグラムまでのものは流通させてはいけません、売ってはいけませんという基準がありました。今年の4月からはその濃度が下がりまして、一般食品でいくと100ベクレルというものがあります。この値はヨーロッパとかアメリカと比べますと低い値ではありますが、これが低いか高いかは別にして、このような基準をもとに我々は検査した結果を判断しているところでございます。実際のモニタリングの様子を写真で説明させてもらいます。先ほどのように、県の農林普及所という県の機関がありますが、そういうところと、あと JA とか農家の方と相談しまして、産地や出荷量の多い地域から各農家の方からどこを取ってくるかというような計画を立てます。で、抽出をしまして、そういうサンプルを持ってきて、サンプルを粉砕して、このような容器に詰めて分析をしております。これは農業総合センターにあるゲルマニウム半導体です。実は事故直後はこのような機器はなくて、最初にお世話になったのはこの東大に分析のサンプルも送りまして、すごく助かった経過があります。昨年の最初に6月以降、最初4台が入りまして、9月以降、さらに6台追加しまして、現在10台の分析機を使って測定をしております。また、分析課というものを設けまして、2交代制で分析を行っているところでございます。ここからが検査結果の発表になります。全体で昨年の3月から今年の8月抜けてますが、8月までで約3万点行っております。品目としましては約450品目の品目を行っております。分類でいきますと、野菜果樹が全体の 33%、穀類が 8%、畜産物が 28% となっております。これから発表させていただきます検査結果は大きく3つに分けました。最初が3月から6月まで、事故直後の影響、次に7月から3月まで、そして今年の4月からというふうに分けて発表させてもらいます。まずはじめに事故直後の影響が色濃く出ました3月から6月までの結果です。これが全体の結果になります。青い部分がいわゆる ND、今回ですと約10ベクレル以下の検出結果が出たもの、斜めのちょっと広いところが ND から100ベクレルの間、その上が100から500の間、薄い青が500ベクレル以上というふうに表しております。この時期の野菜類、取った品目としましては、ほうれん草、ブロッコリー、キュウリ等ですが、その中の全体の 64% は ND でしたが、8% は500ベクレル以上で、この時期の規制値となっていました500を超えているものがありました。畜産物、牛肉等では約 1% が500ベクレルを超え、いわゆる摂取制限、出荷制限等がかかりました。林産物、水産物はさらにその濃度が濃く 22%、17% と結果になりました。この時期、全体で2600点行っていましたが、全体の 10% が500ベクレルを超える放射線の影響がありました。それぞれもうちょっと細かく見てみますと、
ほうれん草を品目で見ますと、左側が放射性のセシウム、右側が放射性のヨウ素の結果になります。3月直後は 80% 以上のものが500ベクレルを超えるサンプルでした。時期を3月、4月と超える過ぎるに従って、そのND の濃度が割合が高くなっていることが分かります。放射性のヨウ素に関しましては、3月、4月の時点で検出されております。6月になりますと、ほとんど検出されておりません。これはご存知のように、ヨウ素の半減期が約8日と短いために消滅したものと考えられます。同じ野菜ですが、ほうれん草に対してキュウリを見ますと、ほうれん草よりも全体の濃度は低くなっていることが分かります。これは一つは、この検査は可食部を測定する検査ですので、ほうれん草の場合は直接葉にかかったものを測定しており、キュウリの場合はまだ3月の時点では実はなってなくて、露地に野菜があったとしても、そこから直接の実ではなくて移行した結果を見ていますので、ほうれん草に比べてキュウリ等では比較的高いものは見られませんでした。次に果樹の梅です。梅は採取されたのは5月以降になりますが、梅の芽も直接3月の時点で実がなっているわけではありませんでしたが、5月、6月で検査した結果、このように500ベクレル以上のものが見られました。これはちょうど3月の頃には梅は花芽ができていた時期で、それが影響しているのではないかと推測しております。次にキノコ類の結果です。キノコ類は先ほどの野菜と違って3月直後の影響としては、あまり500を超えるものはなかったんですけども、4月、5月とキノコが多くなる時期につれて、このように500ベクレルを超える影響が色濃く出ました。この影響としましては、直接いわゆるホールアウトでこの上に降りかかったものが影響ではなくて、キノコは根を通した経根吸収が多かったのではないかというふうに推測しております。ちなみにこの時の最大値はセシウムで13000ベクレルというものがありました。次に原乳と牛乳の結果です。上段が原乳になります。原乳も事故直後このようにわずかでありますが500ベクレルを超えるものがあり、大変な騒ぎになりました。魚介類に関しては当初3月のサンプルでは、サンプルの数は少ないんですけども、ほとんど影響は見られなかったんですけども、4月以降だんだんの影響が出てきました。これは推測するところによると、食物連鎖等でだんだん蓄積されていたものが魚介類に出てきたものかと考えております。次に4月から3月になります。作物も変わりますし、9月以降、先ほどのゲルマニウム半導体が6台追加されて分析点数が大幅に増えたこと、また米の収穫が始まって穀類の量が多く増えたこと、また畜産物に関しても9月から全頭検査になりましたので、このように数が多くなったことで分析点数が増えております。これが4月から3月までの全体の結果です。全体の平均で見ますと 1% のものが500ベクレルを超えており、先ほどの3月から6月までの結果に比べては低くなっております。野菜類、穀物類では、ほとんど500ベクレル以下で出荷制限等のものはなくなりました。しかし林産物、水産物を見ますと500ベクレル以上のものがあり、放射線の影響が残っております。もう少し品目別に結果を見てみたいと思います。上が葉菜類、ほうれん草、ブロッコリー、キャベツ、ほとんどすべて ND で、一部出ているものがありますが、ほとんど100ベクレル以下でありました。果菜類についても、ほとんど ND で、7月以降は放射線の影響が出ておりません。根菜類についても、根菜類は土の中で育てるものが多いので、じゃがいも等を心配しましたが、ほとんど ND ということでございました。
次に穀類です。小麦は、収穫は7月以降になるんですけども、3月の時期の時には小麦は冬作物、秋にまいて、翌年の6月7月に収穫するものですので、3月の時点ではこの葉っぱが被爆をしております。その影響のためが他の穀物に比べて放射線の影響が放射能の濃度の影響がやや高く見られました。米ではこのモニタリング検査では99% 以上が100ベクレル以下ということでありました。実は米はこのモニタリング以外に農家の方が自主的な検査をしております。その自主的なもので一部500を超えるものがあり、県ではこのモニタリング調査で2000点とやったんですけども、これ終わった後に追加で緊急に2万点ほど行っております。その中での最大値は550ベクレルというものがありました。今年はそれがどうなるかということで、後ほどお話ししたいと思います。また大豆、小豆がこの穀類というか野菜も含めまして3月以降に播種した品種の中では特に高く見られる傾向があります。この辺が品種の特性、作物の特性なのかどうかということは今後の解明になるかと思っております。果樹になりますが、福島は桃が有名で多いんですが、ほとんど100ベクレル以下だったんですけども、若干高いものが見られました。果樹の中ではキウイフルーツ、栗、またここには梅、柚子が比較的濃度が高く、果樹の中では品種間差があるのではないかということで考えています。次に最後にキノコについては先ほど言ったように他の品種に比べて500ベクレルを超える割合というのが高く見られております。牛肉、豚肉、鶏肉、また卵も含めましてほとんど出ておりません。これは牛肉の中で当初被爆した稲わらを食べさせて500に近いものが出るという事例がありました。そこで行政としましてはそのような被爆した餌わらを食べさせないようにという指導をしまして、現在のところ500ベクレルを超えるものはほとんど出ていないということになっております。魚介類になりますが、海水魚、淡水魚を含めましてこのように他の品種と比べても若干高いものが継続して出ている傾向にあります。最後に現在今年になって4月から8月の減少を見てみたいと思います。全体の500ベクレルを超えるものはほとんど 1% 以上になりました。で4月以降は基準値が変わりましてこの100ベクレル以上のものが今度は出荷制限を超えるものになるんですが、それでも全体の 6% です。でそのほとんどは水産物、林産物になっております。野菜、穀類、畜産物はほとんど ND、または100ベクレル以下ということで若干数字は出ているんですけども、出荷制限等かかるものはほとんど出てないという現状になっております。これは昨年の同じ時期と、品目が同じですので今年の同じ時期の品目を比較してみました。当初園芸品目で一番問題になったほうれん草ですが、最初15% 以上あった500ベクレル以上のものがほとんどなく、ほとんど 86% がND で、若干出ているのも100ベクレル以下ということでなっております。桃もだいぶ ND の割合が高くなっております。園芸品目約4500点この時期にやっているんですけども、その中で100ベクレルを超えたものは 4つになります。それはほうれん草が1つとブルーベリーが1つと梅が1つと花わさびが1つです。果樹のものに関しては樹皮に被爆したということで要因も推察はされるんですけども、ほうれん草で1つ出たものは土等に残っていたものではなくて3月の事故時に外に置いといたビニールシートみたいなものを雑草を抑制するために今年使ってしまい、雨等でその上に乗ってたであろう放射性物質が土を吸収して
吸ってしまったというような、人為的な影響があったという、人為的な影響で高いものが出たというようなこともあります。すみません。あと桃についてはこのように除染だいぶ減ってきているんですけども、これは果樹一般について樹皮のついている放射線が影響であろうということで水で流したり、もっと、極端な例としてはこのように樹皮の皮を剥ぐというような、冬の間にこのような除染活動を行った、効果なり結果が出ているのではないかと考えています。最後のグラフとしましてはこのキノコと魚介類になります。キノコでは今年の同じ時期4月から8月の影響でまだ 4% のものが、いわゆる100ベクレル以上の影響でまだ残っているということ。魚介類についてはもっと高くて 17% くらいがまだ100ベクレル以上で出荷もできないというような現状で、大丈夫なものもあるけども、まだというところもあるという現状になります。先ほどの魚介類をもうちょっと品種別に見てみます。これは淡水魚になりますが、淡水魚は全体的に同じような濃度になります。これは品種別で載ってますが、水系別川の別でいきますとやはり濃度が高いところ低いところというような現象が見られております。海水魚を品目別で見てみますと、マダラ、ヒラメ、アイナメなどはこんなそうですね、コモンカスベ、ショメバルなどは500の割合が特に高くなっているものもありますが、一方水ダコ、ヤナギダコ、白糸巻き貝、貝ですが、このようなものはほとんど ND、全て ND ということで、安全なものもありまして、このような品目に対しては6月16日の新聞ですが、出荷が再開されているというところで、やっと水産物についても出荷が一部で始まっている現状にあります。一方アイナメなどはこれ今年の8月の新聞なんですけども、2万5800ベクレルと今までの中で最大に高いものがも見られてまだまだかなと思います。でこれ一つ注意なのは、取った場所がこれは東電が自主的にサンプリングしていまして、普段我々が入れない原発事故から20キロ以内の魚を取ったならばこれだけ高い濃度のものがまだ見られたということで、まだまだ安心はできないというところであるかと思います。最後にモニタリングの結果とプラスしまして、現在福島県が取り組んでおります食の安全をさらに強化する取り組みを説明させてもらいたいと思います。全体に生産段階、流通段階、消費段階というふうに分けてまして、今ご説明申し上げたのがこのモニタリング、全体出るところを一番抑えるというやり方をしております。さらにこれは抽出検査で計画的に行っておりますが、生産地なり農家の方がじゃあ自分はどうなんだっていうふうによくお問い合わせがあるので、そういうために産地が自主的にやる検査もフォローアップするということにしております。でそのような結果をなるべく見せていこう。あと加工品に対しても検査する体制を整えていこうということで、このような検査をなるべくホームページ等で発表していって、納得して買っていただくなり理解していただくというような取り組みをしております。先ほどの産地の中での取り組みの代表的な例を説明させてもらいますが、これは今年米の検査を福島県は行おうとします。米は一番の産業でして、抽出検査ではどうしても信頼できないという声が大きかったので、玄米の30キロの袋を全袋約1万2000袋1200万袋を分析しよう検査して、その結果をシールにしてその大丈夫だっていうものだけを流通させようというような取り組みを進めています。そのために各メーカーが開発してくださった検査機器を紹介させてもらいます。これ5つの会社がこのようないわゆる我々はベルトコンベヤー式と呼んでますが、ベルトコンベヤー式の機械を開発してくださって、これで数秒のうちに米の濃度が分かって、それ検査が OK なものだけ流通させる取り組みをしております。これが先ほどの全袋の検査をこのようなことでやっているということ、今始まったばかりなんですが、農家が取ってきた米袋を検査機を通してここ数秒5秒くらいで
分かるということですが、5秒くらいで、100ベクレル以下であることを確認して、それを持って流通させる取り組みです。で、このOK なものに関しては、500ベクレル以下のものに関しては、県が発行するこのようなシールがついて、これがないと流通できないというルールにさせてもらっております。で、これは玄米ですので、実際に今度精米に行く場合には、これが100体とか200体集まって精米されるので、今度は検査してますよっていうような、こういう新たなシールを取り組んで、シールをつけて、流通させる。これがあれば検査してるから大丈夫だろうというような、ことで、皆さんに理解していただきたいと思っています。で、先ほどQR コードがあったんですが、そこを押しますとこのような検査画面に移りまして、分類地域とか、時期によって、その米の濃度がどのくらいなんだっていうような画面が分かります。また最初の方に話したモニタリングの結果は、福島県なり厚労省の方から全て公表されてありますので、ご興味のある方は、ご覧いただきたいと思います。最後に米の話になりますが、反天候なり仮の肥料とか、みんな表土ハグとかやって、このような検査もしてやっております。で、去年はこのような検査結果です。今年はこれからいよいよ本番になりますので、今後もご指導いただいて、安全なものを安全と言って、福島県の農産物を販売していきたいと思って促進していきたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。